はカルピスキウイゼリーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、カルピスキウイゼリーを作っていきたいと思います。材料はですね、たったの4つで作ることができます。通常ね、ゼラチンを使ったゼリーの中に生のキウイを入れると固まらないんですが、今回は生のキウイを使っても固まる方法をご紹介していきます。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。キウイ、カルピスの原液、お水、粉ゼラチン。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずキウイですね。こちらはグリーンキウイを使っていきます。今ね、レッドキウイとかゴールドキウイとかね、いろいろ売ってると思うんですが、こちらはお好みのものを使っていただいたり、あとはミックスして作っていただいても OK です。そしてあとはカルピスの原液ですね。こちらもいろんな種類があると思うので、お好みのものを使っていただいて OK です。あるいはペットボトルのカルピスをそのまま使っていただいても OK です。その場合はですね、カルピスの原液とお水の量を合わせた量を全てペットボトルのカルピスで代用してください。あとは粉ゼラチンですね。こちらを使っていきます。通常キウイはですね、粉ゼラチンでは固まらないんですが、今回はね、きちんと固まる方法をご紹介していきたいと思います。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずは初めにこちら大さじ2杯のお水を電子レンジで加熱して温めます。電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、30秒加熱しました。そしたらこちらのお湯で粉ゼラチンをまず溶かしていきます。この粉ゼラチンに温めたお水を入れます。これでよく混ぜてしっかりね、ゼラチンを溶かしてください。最初はね、このように白濁としてるんですが、しっかり溶けてくると透明感が出てきます。はい、OK です。このように透明感が出て、粉ゼラチンの粒々が全部なくなれば OK です。きちんとね、こちらを溶かしましょう。もしね、溶けきれない場合は、一度しっかり混ぜた後に電子レンジで10秒ほど加熱してみてください。それではキウイを切っていきます。こちらキウイはですね、上にトッピングするものと、あとはゼリーの中に入れるもので分けていきます。まずゼリーの中に入れるものですね。こちらは1個分です。まず両端のヘタを切り落としてください。くるっと皮を剥きます。通常ね、ゼラチンを使ってこのキウイを固めようとすると、キウイの酵素が邪魔をしてゼラチンがね、固まらなくなってしまいます。ただですね、こちらを電子レンジでしっかり加熱することで、その酵素が壊れてキウイでもね、固めることができます。今回電子レンジを使いますが、お鍋でね、加熱していただいても OK です。その場合は水とキウイをお鍋に入れて、そして沸騰するまで加熱してみてください。はい、このように皮を剥きます。そしたらですね、こちらのキウイをこういったマッシャーかまたはフォークで潰してください。こんな感じでね、潰していきます。このちょっと硬くなってるヘタの部分は取り除きましょう。はい、このように潰してください。そしたらここにふんわりラップをかけて、そして1箇所空気の出入り口を作ってください。そしてこちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。ラップを外します。電子レンジの中でクツクツ沸騰するぐらいですね。そのぐらい加熱してください。今回私は電子レンジの 600W を使いましたが、500W の場合はプラス10秒から15秒ほど加熱してみてください。700W の場合はマイナス10秒から15秒ぐらいでいいかなと思います。キウイはね、今こんな感じです。そうしましたら全てこちら合わせていきます。まずここにお水とカルピスを入れてください。この2つなんですが、必ず常温の状態のものを使うようにしてください。少しでも冷たいと溶かしたゼラチンを入れた時に粒々ができてしまう時があります。なのでちょっと心配な時は電子レンジで人肌程度になるぐらいまで温めてから使ってみてください。ではこの中にまずお水、続いてカルピスの原液、そしてあとは溶かしたゼラチンですね。こちらを加えます。そしてよく混ぜましょう。
よく混ざれば OK です。それでは容器の中に入れていきます。今回は約15センチ ×10.5 センチ、そして高さが約5センチの容器を使っていきます。こちらはお好みのものに入れて固めてください。そしたらこの中にね入れていきます。はい、このように入れてください。そしたらね、表面にちょっと泡がある時はこのように表面にピタッとラップを貼り付けてください。そうするとね、泡を取り除くことができます。こちらを気になる時だけねやってみてください。そしたらここにラップをして冷蔵庫で2時間から3時間ほどしっかり冷やし固めてください。それではね、もうすぐ冷やし固まるのでトッピングのキウイを切りたいと思います。こちらも同様にね、ヘタをまず切り落としてください。そして縦に皮を剥いていきます。はい、そして皮を剥いたらまず縦半分に切ります。そしたら今度は3等分に切ります。4等分とかでもね OK です。こっち側はね4等分にしました。こちらはお好みでやってみてください。そしたらね、あとは1センチ幅で切っていきましょう。キウイをねこのように切っておいてください。これだけでね足りない時はもう少しね切ってください。はい、ゼリーが冷やし固まりました。今だいたい3時間ぐらい経った状態です。このようにねプルプルに固まってます。こんな感じです。そしたら最後ですね、こちら切っておいたキウイをね乗せてください。全体にたっぷり乗せてください。だいたい2個ぐらい乗せてもいいかなと思います。この乗せる量はねお好みで OK です。今ねキウイ2個分乗せた状態です。これでキウイゼリーの完成です。あとはお好みの大きさですくって召し上がってください。はい、これでカルピスキウイゼリーの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにキウイがたっぷりで美味しそうに仕上がってます。ではね、すくいたいと思います。ゼリーもねこのようにプルプルに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。プルプルですね。いただきます。美味しい。このカルピスの味とキウイの酸味がすごく合いますね。そしてゼリーもプルプルです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカルピスキウイゼリーのポイントです。まずゼラチンに関してなんですが、こちらは透明感が出てくるまでしっかり混ぜるようにしてください。そして今回ねカルピスゼリーの中にキウイを1つ加えてます。今回はグリーンキウイを使ってますが、こちらはゴールドキウイなどねお好みのものを使っていただいて OK です。そしてキウイの皮を剥いたらマッシャーやまたはフォークなどで潰して、その後ね電子レンジで1分半しっかり加熱するようにしてください。通常ねキウイを使うとですね、キウイの酵素がゼラチンに反応して生のキウイを入れてしまうと固まらないんですが、このように電子レンジでしっかり加熱していただくことで酵素が壊れてゼラチンでしっかり固めることができます。今回はですね電子レンジで加熱したんですが、もし鍋などで加熱したい場合はお水を少し加えて、そしてしっかり沸騰するまで加熱してみてください。そしてその後ですね、あとは全て合わせるだけなんですが、お水とカルピスの原液、こちらの2つは必ず常温に戻すようにしてください。少しでも冷たいとゼラチンのつぶつぶができてしまう時がありますので注意していただけたらと思います。もし心配な場合は常温のものをね少し電子レンジで人肌ぐらいまで温めてから使っていただくといいかなと思います。そして今回はですねカルピスの原液を使ってますが、普通に売ってるペットボトルのねカルピスを使っていただいても OK です。その場合は水の分量もカルピスで補うようにしてください。そしてあとは容器に入れて冷やし固めるだけなのですごく簡単です。今回はねこのような大きめの容器に入れてますが、小分けのプリンカップで作っていただいてもいいかなと思います。あとはね最後仕上げにキウイをねたくさん切って上に乗せました。こちらはお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はカルピスキウイゼリーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。